ナンバー32、視点の転換、3D キャドマウント設計と前方衝突回避へのアップデート。いろは電試工作所第32回の報告です。天井から前方へ、前回上下の揺れを克服し、見えない天井でピタリと止まる安全を手に入れた実験機、垂直方向の安全を確保したシステムはついに水平空間への進出へと舵を切ります。上下の壁は越えました。次は前方の壁です。一見すると単にセンサーの向きを変えるだけの地味な作業に思えるかもしれません。しかしこの前を見る力こそが将来ドローンが狭い建物の内部を自動で点検したり荷物を安全に運んだりするビジネスにおいて絶対にぶつからない安全を確保するための重要な土台になります。社会の課題を解決する自律飛行へ向けて機体を自らアップデートしていくプロセスを報告します。画面に映っているのはパソコンのブラウザ上で立体的なパーツをデザインできるオンシェイプという 3D キャドソフトです。ここでシャープな白のセンサーマウントを設計していきます。ただ固定すればいいわけではありません。ドローンの前方はプロペラが回ることで激しい風圧と振動の嵐が吹き荒れる場所です。距離を測るセンサー VL53L1X の光の向きを完全にまっすぐ前へと向けつつ細い配線に負担をかけない逃げ穴をこの小さなサイズの中にミリ単位で追い込んでいきます。パーツの正確な寸法は横が 24.8mm、縦が 10.8mm、厚みが 2.4mm。詳しい設計のデータや仕組みについては動画の概要欄に細かくまとめておきますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。この小さなシェルターを組み立てるために、軽くて丈夫なナイロン製のネジを使う固定穴や、頭脳に当たるマイコンボード、シャオへとつながる配線用ルートを、立体画面をぐるぐると回転させながらミリ単位で構築していきます。ここからは天井用に使っていたマウントを取り外し、新しく作った前方用のマウントへと交換する作業です。ここからの映像は4倍速のノーカットでダラダラと流れますが、この地味な作業こそがエンジニアリングにおいて最も重要な瞬間です。4倍速で進むこの時間はただのパーツ交換ではありません。昨日まで上しか見えなかった機体に前方の危険を先読みする視界を移植する、いわば外科手術です。ネジを締める強さ一つ、配線の引き回し一つが数秒後の衝突リスクを大きく左右します。プログラムというデジタルの知能はそのままに、部品の向きという物理的なベクトルを変える、この柔軟なカスタマイズ性こそが自作ドローン開発の最大の強みであり、面白いところです。どれほど優れた最先端の人工知能アルゴリズムであっても、それを支えるのはこうした現場での丁寧な手作業というインフラなのです。さあ、すべてのネジが締まり乾燥が完了しました。新しく生まれ変わったマウントに守られ、センサーが力強く前方を睨み据えています。機体の視界はついに前方の空間を捉えました。次回、迫り来る壁に対してあの未来を予測するアルゴリズムは正しく機能するのでしょうか。実験の舞台はいよいよ水平の戦いへと移ります。
それではまた次回。